にちは、ノリーズピロリンです。皆さん、気候号のショート動画見ていただけましたか？今回のね、シーンはね、気候号のタファンがコルタに薬を盛られてね、それに気づいたタファンがトクマンさんに自分の状態を調べてもらって、猛毒が回って手遅れだってね、聞くシーンなんですけど、この聞いた時のね、この静かに受け止める表情、さすがだなと思うんですけど、その事実をご確認した後、タファンの心の流れっていうのがね、ヤンとアユのために死ぬ前にこう危険因子をね一掃しようとね覚悟するっていうね、これシーンなんですけど、切ない笑顔っていうか、笑顔じゃないな、なんか覚悟してこう飲み込んだ後の安らかな顔っていうんですかね、安らかな顔でもないのかな、この時のね表情ってね、なんだかこう難しいと思うんですよね。自分が死ぬという事実と愛するものを守ろうっていう覚悟、そしてねその二人の幸せを祈る気持ちなんかね、こうなんかこう正反対のなんか感情を全て持っている顔っていうんですかね、それをね表情だけでね表現するチャンさんの演技、もうね素晴らしいしか言いようがない。なんか気候号ってね、そんなシーンすごく多いんですよね。初めはね、自分すらねこう守ることができなかった弱々しい皇太子がなんか愛する人ができて、愛ってねここまで人を成長させて変えるものなんだなと改めて考えさせられますよね。そしてね、このドラマのハジヨン演じる気候号のね強さとかねクレバーなところはね、タファンのねこの演技があるからこう強調されているっていう気がするんですよね。気候号はねチャンクさんの人気を不動のものにしたドラマではあるんですけど、それだけにねなんか見応えありますよね。もう少し見ただけでも全部見たくなる。もう私もねもう一回見たくなりました。皆さんもまた見てみてください。これからもねクイズ形式のショート動画アップしていきますので、ぜひ楽しんでみてください。コメントでね答え聞かせてもらえると嬉しいです。最近ね私ねショート動画に凝ってるんですよね。作れば作るほどねチャンオクさんのイケメンさを実感、なんかどこをねとってもね絵になる、どんなね歌も合うんですよね。それにねショート動画って10分もあれば作れるので、なんかこれからもね毎日ねショート動画アップしていきたいと思ってます。コミュニティのね記事もアップしていきたいと思ってるので、こちらもお楽しみに。そして握手会までとうとう1ヶ月切りましたね。もうね今回は外れちゃったという方もねたくさんいらっしゃるので、手放しにはこう喜べないんですけど、そんな皆さんのためにもいいレポができたらいいなと思ってます。それではね今日は久々に純子さんの妄想劇でお楽しみください。まずは純子さんの好きなシーンから。プロリンさんこんばんは。ハッシー教授の考察いつも素晴らしいですね。チャン君をはじめ監督さんや共演者制作人の方々がハッシー教授の考察を聞くと、こんなにまで深く作品を見て感じて考えてくれているということにきっとすごく感激されると思います。私も思います。私の好きなシーンもちろんたくさんあるのですが、やはりヒーラーのジョンフの部屋で2人で迎えた朝のベッドでのシーンと、そうですねこのシーンで私もうそこだけ30回ぐらい見ました。キッチンでお粥を作りながらイチャイチャシーン、そして極めつけは彼女の乗るバスに手を振るジョンフに完全ノックアウト状態でした。3つ曲げてしまいましたね。いや、でもこれ一連の場面なのでいいと思います。でもこの場面ね、めっちゃ好きな人多いと思います。私も一番初めヒーラー見た時に、もうそれすごいよくって、スザンヌに何回も見せたのを覚えてます。その頃ね、スザンヌ、地層好きだったんで、って感じだったんですけど、なんかついついね、シーンみんなに見せたくなっちゃいますよね。
それではすごくお久しぶりの妄想劇をここに投稿させていただきます。私たち2人は週末を過ごすセカンドハウスにと購入した家は都心から離れた海が見える高台にあり、朝犬を連れて散歩したり彼の好きなサーフィンも楽しめる場所にある。いいですね。カンドラ好きの私は推しが出演している都会の男女の恋愛法のパク・ジェヨンとイ・ウノのカップルが大好きで、セカンドハウス購入の話を彼から持ちかけられた時、真っ先にキャンピングカーを買うのも良いよねって言ったぐらいだ。そうですね。彼は買うなら一戸建てでリノベーションも楽しめる家が良いと言い、築年数は古いがリノベーション意欲がかき立てられる良い物件が見つかった。そして今日は何度目かの現地のリノベ計画を立てている最中だ。で、全体的にハノクを再現したい家にしたいと思わない？私はあの建物の雰囲気が好きよ。ジオンが住んでいるような家がいいな。あのドラマ何十回見たことか。ずっと憧れているのよね。お前本当に好きだな。好きになるととことんのめり込むというか、ジオン中毒というか。彼はそう言い咳払いをしたあらチャンク、焼いてるの？あなただって一緒に見ててあの家いいなって言ってたし、ジオンのことだって俺によく似てイケメンだって言ってたじゃないまあ本人ですからね彼はそんなこと言ったっけってな顔をして肩をすくめてリノベーション関係の方に目を通し始めた。建具は韓国から取り寄せしましょうよ。壁は2人で漆喰を塗って白を基調にした一つの壁だけアクセントカラーにするのも悪くないわよね。グリーン系とか。いいですねぜひね、壁漆喰塗るときはモルモロく使ってみてください。すごくいいと思います皆さんもおすすめです手でねこうやって塗れるんでね、めちゃめちゃ便利です。私は彼の背中に身を預けながら広い肩に顎を乗せ、いくつかのアイデアを口にした。ほら、ジオンが趣味のカメラ磨きながら語ってた部屋も良い感じだったわよね。上の方に明かり取りがついてていいですよねすると突然、チェなんだよさっきからジオンって家より本当にあいつのことが好きなんだろう。俺はチャンク、お前の彼氏チャンクだお前だってウノじゃないだろ。ここは俺とお前の2人の家なんだぞ。いい加減あいつのことは忘れちまえ本人なんですけどねと一気にまくし立てた。どうやら私は彼のへそ曲げスイッチを押してしまったらしい。ごめん、あなたを怒らせる気なんてなかったのよ。ごめんなさい。私は彼の頭を撫でながら耳元で情けない声で謝った。隣の部屋でちょっと休憩するねと言い、私の方を見ようとせず無言の彼を一人にして部屋を出た。なんと隣の部屋には休憩用にとあらかじめ運び入れたソファーベッドがあり、私は少し横になることにした。普段は優しい予想外の彼の態度に驚き、胸の奥がざらついた感覚のままいつしか眠ってしまっていた。はっと目を覚ますと、私の頭を優しく撫でながら見つめている彼と目が合った。ごめん、いつの間にか寝ちゃってた。今何時？窓から差し込む日の光は一末の寂しさを伴うようなオレンジ色になり、一日の終わりを告げようとしていた。6時を過ぎた頃だよ。疲れただろう。よく眠ってたから起こさなかったんだ。それに俺さっきはごめんあんな風に声を荒げて言うことじゃなかったよな。自分でも気がつかないうちに日曜にやきもちをやってたんだ。ガキみたいだな俺。いいですよね、やきもち焼かれてみたい罰が悪そうな笑みを浮かべて私の手を握る。私の方こそ調子に乗りすぎてたわ。2人の家だもの。あなたの望みもちゃんと聞かなくちゃね。それに私の彼はジェオンじゃなくチャンク。
あなたしかいないわ。仲直りのキスしてくれる？もちろん。彼は私のおでこに短くキスをした。なぜおでこなの？すると今度は右の頬にキス。片方だけ？そう言うと左の頬にもキス。もうおかわりしまくりですよね。なんだこれでおしまいなの？まだあります。と唇を尖らせて彼を見た。それじゃあこれはどう？彼は私の顔をしっかり両手で掴むと盛大にキスのシャワーを浴びせてきた。あーい。そして最後に深いキス。やがて彼の手が私の顔から首筋へと流れ、男らしい指が意外なほど繊細にゆっくりと滑らかに背中から腰に、そしてお尻のスロープへと降りていく。なんと私はそのままひょいといとも簡単に持ち上げられ、窓際のテーブルに乗せられた。いいですねこれ。赤いマカロンのように魅惑的な彼の唇が私の耳たぶをもてあそび、ふっと短く笑って私の白いヘインズの T シャツの下からゆっくりとめくり上げていく。今日は濃厚ですね。まだカーテンもつけてないし誰が見るかもわからないわ。恥ずかしいわ。お腹空いたでしょ。そろそろ食事して帰ろうか。大丈夫さ。今ここから見えるのはロマンチックな海だけだよ。ご飯より今食べたいのはなんでしょうね。そう言うと私の目をいたずらっぽく覗き込みながら私の指を甘噛みすると、今度はワイルドで貪るようなキスに変わっていった。もうどんこ皆さんお待たせしました。二人の間にある妙な恥じらいとスリルが愛のボルテージをより一層強くする。夜の帳が降りてくるのも待ちきれず、果てることない愛の波に飲まれながら二人でどこまでも溶けていくのであった。ここで皆様にお願いです。この場面は18禁のため、彼と彼女の状態は某映画会社おなじみの波しぶきが岩にザバーンとぶつかり散る映像をご想像いただければと思います。失礼いたしました。エンド。それではまた次回よろしくお願いいたしますといただきました。もう純子さんも最高です。純子さんいつもね、なんだかね、この場面を想像できるような素敵な妄想劇ありがとうございます。それに濃厚。今日はまた最高でした。また期待しています。こちらの動画は毎週金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ドリーズプロリンでした。アンニョーン。